4月に入りました。まだ結構寒いんですけれども、蜂が今少し出ています。でこの蜂の巣箱なんですけれども、新しくカメラを買ったんですね。サーモカメラっていうのを買ったので、それで中の様子を見てみたいと思います。これがサーモカメラの様子なんですけれども、すごく明るいところがありますよね。そこが今蜂たちがクラスターになっているところになります。もう一つの巣箱なんですけれども、一番下の巣箱にクラスターがあるのがわかります。4つ目の巣箱も下の段ですねにクラスターがあります。この日はたくさんの蜂が外に出て元気に飛び回っていました。うちの庭に3種類桜があるんですが、これはソメイヨシノで、春になって一番最初に咲く桜です。ミツバチが桜の花粉を集めているところです。巣箱の下にあるボトムボードを見てみたら、このようにたくさん花粉のボールが落ちていました。今日はあんまりお天気良くないんですけれども、これからもっと 90% 雨が降るっていうことで、雨が降る前にやりたい作業があります。それは、今ここにキルトボックスとシュガートレイがあるんですけれども、それを取り除いて、で新しいスーパーっていう蜂蜜を作るための箱を乗っけたいと思います。で週末はもっと天気が良くなるみたいなので、週末に全部の巣箱を内見するようにしたいと思います。で今日は簡単な作業だけとりあえずしたいと思います。まだシュガーボードの上にかなり蜂がいるので、このシュガーボードはしばらくここに置いて、蜂たちが自分の巣箱に戻るのを待ちたいと思います。天気予報の通り、週末はいいお天気になりました。この日はフルインスペクションということで、全てのフレームをチェックしました。インナーカバーにはすでにアリがいたり、マウスが横切ったりするのを見ました。この日は巣箱の門を開ける作業も行いました。一番下の段からチェックをしていきます。冬の間一度も巣箱を開けなかったので、プロポリスでかなりフレーム同士がくっついてしまっています。一番端のフレームから持ち上げます。なかなか持ち上がらなかったのですが、持ち上げてみるとコームがかなり均一でなく作られていました。で次のコームを持ち上げたんですが、片面はまあまあ良かったんですが、もう片面はかなり不均一なコームができていたので、盛り上がっている部分を削ぎ落としました。で3つ目のフレームから蜂の塊を見ることができました。女王蜂を見つけたいんですが、なかなか見つけることができません。でも蜂の幼虫というか卵を、産んでいるようなので、それは一安心しました。4つ目のフレームも両面蜂がびっしりついていました。そして幼虫や卵がいるのを確認することができました。3
5つ目のフレームですが、ここもびっしり、両面びっしりミツバチがついていました。ただフレームの下のところにスウォームセルといって分蜂をするような兆しのセルがたくさんできていました。今回はフレームの下にできたスウォームセルは分蜂をする可能性が高くなってしまうので、削ぎ落としてまたフレームを中に戻しました。3つ目のフレームにもフレームの下にセルが形成されていたので、このセルは削ぎ落としました。7つ目のフレームになります。ここに女王蜂がいるかなと思ったんですけれども、よく分かりませんでした。でこのフレームにも下側にセルが形成されていたので、これも削ぎ落としました。今年は分蜂をするのがすごく早いと聞いています。8つ目のフレームもやはりフレームの下に分蜂のセルが形成されていたので、これは取り除きました。そして9個目と10個目のフレームはあまりアクティビティがなく、コームもまだそんなに形成されていませんでした。一番下の段はフレーム10個すべて内見を終えました。今度はこのフレームを元々の位置に戻していきます。フレームを 2,3 枚ずつ左右均等に押しながら戻していきます。最初に2枚フレームを抜いてあるので、その2枚が入る分のスペースを空けておきます。1枚目のフレームにあったコームですが、せっかくミツバチたちが作ったんですが、不均一だったため削ぎ落として、それからまた巣箱に戻しました。そして2段目の巣箱を上に戻します。この箱のフレームも今回冬明け初めて見るので、プロポリスですごくくっついていて、なかなか持ち上げることができませんでした。1枚目と2枚目のフレームは特に何もコームもできていませんでした。3枚目のフレームに蜂がいたんですけれども、コームの作り方がめちゃくちゃで、上にすごく盛り上がったコームを作って、そこに卵を産んでいました。コームの入り口も横向きになっていたりしたので、この部分は取り除いて、そしてまた戻すことにしました。次、4枚目のフレームです。このフレームもさらにコームの作り方がめちゃくちゃでした。すでに蜂蜜も少し作っていて、垂れてきたりしていたんですが、申し訳ないと思いながらもこの部分は取り除きました。
次5枚目のフレームです。この辺りに女王蜂がいる可能性が高いです。ただよく分かりませんでした。次6枚目です。ただフレームのパターンとしてはとても良くて、真ん中が幼虫とか卵で、その周りが花粉、そして一番外側に蜂蜜が作られてありました。コームの作り方は少しワイルドで、はみ出してコームが作られていました。7枚目のフレームはまだコームも完璧にできていない状態で、一生懸命ミツバチたちが働いて作っているところでした。8枚目のフレームはまだコームもできていない状態でした。少しだけフレームの下にミツバチたちが固まっていました。9枚目のフレームですが、今見るとファンデーションがかなり汚いので、もしかしたらミツバチたちはコームをこのフレームには作らないかもしれません。この時は知らなかったのですが、ファンデーションが汚いとミツバチたちはコームを作らないというようなことがあるようです。2番目の箱も10枚フレームをチェックしました。またフレームを元の位置に戻していきます。結構これが難しい作業で、同じスペースで戻さなければいけません。そうしないとミツバチたちが変な形にコームを作ったりするので、きちんと同じ感覚で、しかも最初に2枚抜いてあるので、その2枚のフレームがきちんとはまるようなスペースも考えて開けておく必要があります。今はまだミツバチの数も少ないし、蜂蜜もできていないので簡単なんですけれども、これが蜂蜜の最盛期とかになると結構な作業になります。2番目の巣箱の上にクイーンエクスクルーターを乗せ、その上にスーパーといって蜂蜜を作る箱を乗せました。巣箱を重ねるときに下の箱ときちんと重ねてスペースが空かないようにする必要があります。冬の間、巣の門を狭めていたので、今度は巣の門を広げてあげます。この日は3つある巣箱のすべての箱をオープンして、一つ一つフレームのチェックをしました。冬越しをした蜂たちなので、みんなかなりヘルシーな状況で、スウォームセルがあったりしたんですが、それはやはり取り除いておきました。チェックが終わったので、今度はまたフレームを元の位置に戻していきます。
の箱に入っている10枚のフレームも同じようにチェックしました。最後の巣箱の巣紋も広げて、これで終了になります。今ここに2つスーパーっていう箱を用意したんですけれども、この箱はすべてコームがこのようにもうすでに形成されているものをフレーム10個入れてあります。それが今2セットあるんですけれども、あと新しくファンデーションを買いました。フレームはそのまま使ってファンデーションだけ変えます。こういうコームがちょっとだけ作られているようなものはもうスクレープをしてしまいます。でこれは私はビーワックスとして精製して使っています。ここにいっぱい貯めてあるんですけれども、この袋いっぱいに貯めています。でこういうのもスクレープをしてフレームをきれいにします。汚いフレームだとコームを作らなかったりするので、そういう場合には新しいコームを作るためにこのようなのを入れて新しいのにする必要があります。であとはもう地道な作業でこのフレームを一つ一つ取り出してチェックしてスクレープをしていくっていうような作業をすることになります。今スクレープをしてすべてのフレームを新しいファンデーション、黒いファンデーションを入れました。なのでこの箱はすべて新しいファンデーションが設置されたフレームが入っているという箱になります。これ最後のだけ古いのが入ったまんまですけど、これもですね、新しいファンデーションを入れたフレームやすでにコームのできたフレームを入れた巣箱を準備したので、今回はそれと一番上の巣箱を交換することにしました。前回一番上の巣箱を乗せた時は綺麗なフレームもあったんですが、まだカスが残っているようなフレームも一緒に混ぜてしまっていたので、今回は新しく乗せる巣箱は全部綺麗なファンデーションのものを乗せるということにしました。黄色い巣箱を取り除いて、今回は青い綺麗なフレームだけが入った巣箱を乗せました。
シルトボックスも一度は取り除いたんですが、5月の中旬まで使って大丈夫ということなので、また戻すことにしました。同様に2つ目の巣箱のスーパーも取り替えました。これは私が所属しているミツバチ協会の会長さんの家の養蜂場です。前回はここでミーティングが行われました。まだ学ぶことが山ほどあります。これからも養蜂やアメリカ生活について発信していきますので、いいねボタンとサブスクライブの方よろしくお願いします。それでは See you in the next video.